こんにちは。こんにちは。今回はアプリで知り合った彼に振られ音信不通に、気持ちは空に飛ばす、日々を楽しむを意識したら5ヶ月後突然連絡が来て成就、そして同棲開始です。わーせーの。おめでとうございます。はい、今回もなんかいいですね。軽やかな感じがするね。軽やかです。もはいう素敵なご報告だなって思って、個人的にもいいなと思ったことがあるので、ちょっと早速いきたいと思いますね。はい、じゃあ早速行きましょう。スタート。はい、ご報告者さんは T さん、30代の方です。2022年3月、婚活アプリに登録し、彼に出会う。2回会った後、振られて音信不通にする。4月、両親に婚活頑張る宣言。5月から6月、婚活イベントなどに参加するも常に彼を思い出す。7月、結婚相談所への登録を決意。彼にしみじみ感謝の気持ちを抱いた2週間後、彼から突然 LINE。8月、結婚相談所への再登録を検討していたら、彼から連絡がありお付き合い開始。すぐ同棲も開始。結婚の話も。おお、すごいね。なんか面白いね。結婚相談所に登録しようとするたびに彼から連絡があるなんて、なんか彼が阻止してるみたいだね。面白いですよね、かなりね。本当、はい。ね。T さんは彼とは婚活アプリで知り合ったんだね。そうそう。アプリで知り合った後、2週間ほどオンラインでやり取りをして、2回ほど直接会いました。野球、旅行、世界の国、歴史、グルメ巡りなど好きなものが共通しているところで話が盛り上がってすごく楽しかった。たくさん質問をしてくれて自分に興味を持ってくれているなぁと感じた。初対面だったのに自然体に話せる自分に気づいたなどなど、彼っていいな、彼とは合いそうだなと思うところがたくさんありました。なんか聞いてるだけで気が合う2人に感じるよね。本当に。でもですよ、2回目に会った後、私が調子に乗ってしまったというか、もう彼と付き合えるだろう、獲物を逃すかみたいなハンター状態でした。告白はしませんでしたが、私がぐいぐい行き過ぎたことに彼が引いてしまったようで、T さんとお付き合いはありません。短い間でしたがありがとうございましたと LINE が来てしまいました。私も返信したのですが、その後すぐに LINE をブロックして、自ら音信不通状態にしてしまいました。なんか調子に乗るってわかるよね。だって完全にうまくいきそうになったらぐいぐい行きたくなる気持ちはわかるもんね。振られた後に T さんが音信不通にしちゃったんだね。そうそう。でもその後は彼から突然連絡来ないかなとぼんやり思いながら LINE ブロックを解除したり、LINE メッセージが誰からでも届くように設定を変えたりしていましたっておっしゃっているから、いろいろと揺れ動いていたってことですね。そうですね。ブロックしたり解除したり、そういう時があるのはすごくわかりますね。めぐるはね、わかんないと思いますけど。わかんないんですよね。それがまたプライベートの LINE ブロックしたことがないからね。いろんな人がいるってことで。そうですね。振られてしばらくは落ち込んでたのかな。はい。3週間ほど落ち込みましたが、その後から傷が癒え始め、新たな婚活を頑張ろうと思い、両親に婚活頑張る宣言をしました。その頃、自分の最寄り駅で彼と遭遇し、目が合ってお互いに気づいたのですが、私は車で信号待ち、彼は歩道を歩いていたので会話はしませんでした。偶然？ T さんさらっと言ってるけどすごい偶然じゃない？すごいですよね。でも T さんは振られてますからね。
婚活に舵を切ろうとご自分なりに気持ちを切り替えようとしてたんじゃないかなと思います。そうだね。T さんは潜在意識の知識はあったんですか？はい。空に飛ばすっていうのを無意識にやっていたそうです。空に飛ばす。はい。今年に入って友人から潜在意識について教えてもらいましたが、実は4年前頃には自分なりのやり方をすでに獲得してたんだなぁと気づきました。私がやっていたのは自分の中にある感情、好きや感謝などのプラスの感情や湧いてくるエゴを空に向かって飛ばすというものでした。船旅のお仕事をしていた時に好きな人ができたのですが、好きな気持ちやこの温かい気持ちが彼に届けばいいなと思って、船のデッキに出た時にこの気持ちを海か空に投げてみようかと思いついて、空はみんなとつながっていると思って気持ちを投げてみたのです。なんかすごく素敵なことしてたの。はい。好きな気持ちを空に飛ばすって会う人には超おすすめですね。これ、やってみるとわかると思うんですけど、気分的にも手放す感覚になるんですよね。いろいろありがとうみたいな、空に飛ばすんだけど、それがなんか彼とつながってる感覚になれる人はいるかもしれないなと思います。で T さんはエゴなどが出てきてもそれを空に飛ばすなどをしていたそうです。なるほど。T さんはホメレンはいつ頃知ってくれたのかな？今年に入ってすぐぐらいにその友達に教えてもらったそうです。T さんが選んでくれた動画を3つ一気に貼りますね。本当にそう思うからそうなっていた。その思考全部好かれているに置き換え。彼の妻になりすでにあるを実感し4ヶ月の音信不通から復縁。彼の妻になり、すでにあるを実感し、4ヶ月の音信不通から復縁っていう報告動画は、T さんも音信不通にしていたっていう部分で共感できるのかな。あと個人的には、その思考、エゴ、全部好かれてるに置き換えはおすすめですね。これ白クマが出てきて可愛いんですよね。ですよね。どんな不安なエゴが出てきても全部、彼、私のこと好きなんだなって置き換えちゃえっていうお話ですよね。はい。これらは全部概要欄に URL を貼っておきますね。で、話を進めます。T さんの婚活は進んだのかな？婚活イベントへの参加、知り合いの紹介などを通して数人の男性に会いましたが、その都度彼のことを思い出していました。やっぱりどっかで彼がいいなっていう気持ちはあったんだね。そうですね。でも T さんは過去の残骸を追い求めてはいないのです。なかなかマッチングする男性に出会えないので、結婚相談所への登録を決意しました。決意したタイミングで、こんなに私は彼のことが大好きだったんだな。短期間だったけど幸せな気持ちにさせてくれてありがとうと感謝の気持ちが湧き出て、その思いを空に飛ばす感覚で手放しました。すごいね。同じような場面になった時なかなかそう思えないこともあるからね。なんか T さんってなんていうのかね、例えがいいかわからないんですけど、風通しがいい人っていう感じがすごいするんですよね。確かにそういう感じが伝わるね。はい。で、こっからですよ。感謝の気持ちを空に飛ばした2週間後、突然彼から LINE が届いたのです。結婚相談所へ登録の予約をしていた前日の夜のことでした。この4ヶ月間、彼から突然連絡来たらいいのになぁとぼんやりとは思っていましたが、本当に来たのでびっくりと怖さで震えて泣き、友達に電話しまくり気持ちを落ち着かせました。返信すると今から遊べませんかと言われたので、その日の夜に会いに行きました。会いに行くときは3月に借りたお金を返金しに行くんだと目的を彼ではなく別のことにして意を決して行きました。彼は平常心に見えました。そして私も3月の時と同様で久しぶり感もなく自然体でいることができました。
なんで連絡してきたのと尋ねると、会いたかったからと言われましたが、本心なのかなと思う気持ちもありました。それからは彼からは時々連絡が来るようになりました。すごいね T さん。彼に振られたのに彼から連絡が来てるし、なんか T さんのことを明らかに気に入ってる感じだよね。そうなんですよね。どっちに振られたとかね、振ったとかもう何もね関係なくなっちゃうんですけどね。そうなんだよね。それからは連絡を取り合うようになったのかな。はい、追って説明しますね。3月のイケイケだった反省もあったので、こんな感じで過ごしました。自分から連絡しない、誘わない。自分の好きなことに意識を向けて、ただそれを楽しむ。彼のことは極端に言えば意識を向けず、空気のように感じる。ふと思った彼への感情や言葉は、語りかけた後空に飛ばしていました。例えば、お仕事お疲れ様。今頃お昼休憩かな。そろそろ寝てる時間かな。など、思ったことは口に出し、その後空に飛ばすという感じです。それを続けると、2日から4日間ぐらい連絡を取らない日があっても、彼から必ず連絡が来て、週末遊ぼうなどと誘ってくれました。その頃に意識してやっていたことは、料理を作るとき、彼は美味しいと言ってくれるかなと楽しんで作る。ネイルを塗っているとき、可愛いって言ってくれるかなとワクワクしながら塗る。父と接しているときは、彼と接しているかのように接してみる。それにより父にも優しくなれた。寝る前に彼をイメージしておやすみを伝えたり、寝起きにおはようと伝えて空に飛ばすなどもしていました。なるほど。T さんの思いを空に飛ばすってものすごく T さんに合ってるんだね。でもこれ爽快になれそうだし、新たな気持ちにもなれそうだからやってみるのはありだね。空に飛ばす、その時点で手放せてるっていうのが確実にあるんですよね、これ。誰でもできることだし、やってみてもいいよね。で、そのまま復縁した感じなのかな。いや、T さん、彼と再会してから連絡が来るようになったのは8月なんですけれど、8月の半ばには結婚相談所への登録を再検討し始めたんですよ。なんで？どう考えてもうまくいきそうじゃん。そこが T さんなんですね。彼との連絡が再開しても、結婚相談所でもパートナー探しを並行すれば、彼になっても相談所で知り合った人になっても、どっちでも私は幸せになれると思ったんです。そこで一旦9月に入ったら結婚相談所の方へ連絡を入れようと思っていたところで、なんと8月30日に彼に会った時、2人でお話し合いをしてお付き合いすることになったのです。いやー、でもこれ T さんすごくない？なんか目の前に彼がいるような状況でも、なんていうか彼だけに肩入れしていないっていうかさ、本当に一言で言えば、T さんはいろんな気持ちを空に飛ばしまくってるうちに、彼への執着もいつの間にか手放してたんですよね。どうしても彼が良かったら結婚相談所はまず行きません、この状態で。っていうか行こうと思わない。めぐるがいいなと思ったのはここで、T さんは自分の幸せにきっちりフォーカスしてたんですよ。だからこういう感じになったんだと思ってるんですね。そこがすごく素敵だと思いました。本当だね。T さん、改めておめでとうございます。しかも T さんすぐ同棲を開始したんだよね。そうです。なんかスピード感が速いですね、もう。で、すでに結婚の話も彼から出てるそうです。すごいね。T さん、褒めれん視聴者の皆さんにメッセージをくれたよね。読み上げますね。お付き合いするようになってからは、今が幸せすぎて怖いな、夢を見てるのかもと感じることがあります。
でもその時は自分の貴重なエネルギーをエゴに使ってしまうのはもったいないので、それなら自分の喜ぶことにエネルギーを使おうと気持ちのハンドルを切り替えるようにしています。お付き合いする前、寂しい、悲しい気持ちになった時がありました。その時はその気持ちは否定せずに、寂しいね、悲しいねと受け止めて、そんな気持ちを持っている今の自分を抱きしめて、頑張ってるよなどの言葉を伝えてあげました。同時にないものに目を向けていると気づいたので、あるものに目を向けることに意識するととても軽い状態になれました。私は自分の心が喜ぶことをして、常に楽しんでワクワクした気持ちで過ごすことを心がけていました。そうすることで自分がキラキラと輝くし、常に軽い状態で過ごせるので、自分の欲しいものが自ら舞い込んできてくれたり、もしくは自分が求めているもの以上のことが近寄ってきてくれるんだなと実感しました。エゴ、彼、叶った自分などについて執着をやめて手放す、空に飛ばすということをしていたのですが、私の場合は手放すというのはイコール自分を解放して自由にしてあげるという感覚なのですが、自分自身がとっても身軽になって楽になれました。これは私の心地いいやり方なので、皆さんもご自身の心地いい方法を見つけてほしいなと思っています。はい。T さんのメッセージも潜在意識のヒントが凝縮されているような感じだね。あるに目を向ける、自分の心が喜ぶことをする、手放すなど、すごい盛りだくさんですよ。本当すごいですよね。あともう何より軽いんですよ。文面からもね、軽さが伝わります。それは T さんが貴重なエネルギーをエゴに使うのはもったいないからやめようとか、ちょっとしたことを一つ一つ調整して自分にとって心地いいものを選び続けてきたからじゃないかなと思うんですよね。そこが素晴らしいと思うご報告でした。本当にそうですね。皆さんも恋愛成就は朝飯前でサクサク叶えていきましょう。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。スーパーサンクスもいただいてます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。